それでは1番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは守護からのメッセージということでお届けしていきます。今回もタロットカード4択占いです。よろしくお願いします。もうすでにタロットカード、その他のカードも出しています。カードはすべて正位置対応です。そして今あなたに訪れていることっていうのをまず見ていきましょう。はい、こちらのカードからです。今あなたが変わる時だよっていうのが大きく入ってきています。今チャンスがやってきている。好転のタイミングですね。運気というのは上下していくものなんですが、でも今のあなたは上がるところにいるよっていうことを教えてきてくれています。それは後からになって、あの時がチャンスだったんだとか、あの時ああいうことがあったからっていうふうに振り返った時にあなたが感じるかもしれないんですが、もうすでに今あなたが上がっていく時がやってきているよってことを教えてきてくれています。それに乗っていくかどうかはあなた次第だけど、あなたはね進んでいけるよっていうのを教えてきてくれてるんです。多分あなたは決めて動いていけると思います。どんな風に変わっていくのかっていうのは、豊かさや美しさに向かってあなたがより一層羽ばたいていけるように変わっていく。このタイミング、チャンスを生かしていくことによって、より良い自分へと花開いていくっていうのがここで出てきています。そのためにあなたはいろんな努力や準備っていうのをやってきたと思いますし、今その努力が報われる時です。今取り組んでいることがありますね。より良い自分になっていきたいとか、それは全体的なメッセージとして今あなたにお伝えしているので、より自分を好きになるためにはっていうことで、あなたが取り組まれていること、考えていたことっていうのがあったと思うんです。それは人付き合いの面でもそうかもしれないし、対人関係、好きなお相手に対しても、より美しい自分でいたい、もっとより良くなっていきたい、関係性を深めていきたいとか、あなたが今思い描いている自分の理想像に向かって変わる時がやってきたよっていうことが出てきています。変わるというのは周りとの関係性が変わるのではなくて、あなた自身が一つレベルアップしていくよってことを教えてきてくれてるんです。それはとても嬉しいことですね。豊かさのカードが入ってきていますから、あなたが変わりたいと思っている自分の理想像に向かって今あなたが受け取るものや自分で進んでいくことっていうのもはっきりと見えてくるでしょう。このタイミングもつかめていくと思います。いつなんだろうとか、そういうことを思わずともタイミングっていうのはちゃんとやってきて、自分でこれだっていうのがつかめていくと思うんですね。後々振り返ったらあの時がそうだったのかなって思うかもしれません。ですがね、このカードを見ていると、あなたはちゃんと飛び立っていける、タイミングを自分で決めてやっていけるっていうのがある、掴み取っていけるっていうのが感じられるので、この運命の輪なんですけどね、これあなたにとっての好転のサインが訪れた時に、あなたはそれをちゃんとキャッチできるよってことが出てきています。今のあなたの本心というか望みっていうのはどこにあるのかっていうと、この1番をお選びいただいた方、クイーンのカードが何枚か出てきているんですね。こことこことここ3枚出てきています。クイーンは78枚のタロットカード中4枚あるんですが、3枚出てきてるんですよ。セルフラブをテーマにして読み解いているので、テーマとしては自分自身を理解していくこと、それによって周りに対しても理解を深めていくこと、お互い深く知ることもそうだし、あなたがあなた自身をよりよく理解していくことっていうのがテーマなのかなというふうに出てきています。いろんな自分の側面っていうのがそれぞれ皆さんお持ちだと思うんですよね。こういうところが好きとか、ここは直したい、こういう風になっていきたいとか、自分のね、あらゆる面ですよ。仕事の中での自分、プライベートの自分、恋愛してる時の自分っていう形で、いろんな側面の自分をそれぞれ深く理解していくっていうのが今回のテーマです。しかし、理解していくことで、より豊かになっていける、生まれ変わるかのように、より美しく変わっていって、自由に羽ばたいていけるってことがもう出てきているので、そのようにご自身が理解を深めていくんじゃないかなっていうのが出てきています。
本心としても時間をかけて育んでいきたい。そしてあなたが今外に向かって何か押し出したいものがあるんじゃないかなっていうのが出てきています。言葉として発信する方もいるでしょうし、何か媒体を使って表現される方もいるかもしれません。自分の手で生み出していく、もしくは自分で何かを作り上げること、時間をかけてじっくりと育んでいきたい、それを外に伝えていきたいっていうのが出てきています。とても愛情深い方っていうのがこの1番さんの特徴なんですが、そのご自身の個性をより生かして外に向かってやっていきたいっていう、とにかくね、外っていうのが出てきてるんですね。これがあなたの本心です。では、周りの人のことを見ていきましょう。周囲の人があなたに対してどうしていくのかっていうと、あなたが打ち出していったものをしっかりとキャッチしてくれるっていうのが出てくるんですね。ここね、お互いが深く知り合っていくというか、つながり合っていくとか、理解し合っていく、お互い個の存在で全く違う存在なんですよ。自分と相手は違う、自分と周りは違う。だけど、だからこそお互い深く知っていこうっていうふうに今歩み寄っているんじゃないかなと思います。もちろんね、似たところもあるなっていうふうに感じるところもあるでしょうし、全く違うなっていう側面もあるだろうし、いろんな側面をお互いが理解し合うような今関係性が育まれていこうとしているし、あなたも育みたいと思ってる。自分から届けたことを受け取ってほしいと思ってるし、向こうは受け取ってくれます。あなたが今やりたいことや思ってることについてしっかりとこれね、受け止めているんですよね。そしてちゃんと見て、そして相手は相手で判断する。どのように判断していくのか。ただしこの相性を見ていると、お互いの今理解し合おうっていう気持ちがうまく働いているので、今ね、この周りとして出しているんですが、あなたにとって理解してほしい相手だと思います。それは会社全体的な大きなね、大人数かもしれないし、好きなお相手たった一人なんですっていう方もいるかもしれません。この周りの状況っていうのは今のあなたのお気持ち、考えに当てはめてご覧になってください。そしてこれからあなたが障害に感じること、またはね、今もうすでに障害に感じていることとしてこちらのカードを出しています。なかなか決められなかったことや先延ばしになっていたこと、これらに不安を感じていたりとか、またはあなた自身がまだ決めないようにしようって、なあなあでいようっていうふうに思っていたことがあるんじゃないかなっていうのが出てきています。またはね、やりたいことがたくさんあってまだ決められないとか、だけどもこれ先延ばしになっていることはもう先延ばしにせずに決めていきましょうっていうのが出てるんです。ここにもうあなたは決めて動いていくんだよ、自分を信じてねっていうのが出てきているんです。今はまさに自分を信じる時です。なかなかタイミングつかめなかったよっていう方もいるんじゃないかなと思うんですね。テーマとしては理解することなので、理解し合うことね。自分のこともそうだし、相手のこともそう。お互いが理解し合うことっていうのがこの1番さんのテーマなので、ここに対してあなたがなかなか決められなかったとか、または向こうがね、決められなかったってことがあるかもしれませんね。関係性がはっきりしなかったとか、自分の方向性が定まらなかったんだけれども、今でもそれをきちんと方向性を決めて進んでいく時です。諦めないでくださいっていうメッセージが入っています。それではあなたに対してのアドバイスカードを出しています。ここから先アドバイスとなっていきますが、まずあなたが具体的にアクションとして起こすといいよっていう風に出しているカードとしてこちらのカードです。ここね、そうですね、柔らかく物事を進めていきましょうっていうのがアドバイスとして入っています。今の状況、あなたが満足いっていないこと、不満に思っていることや今変えていきたいと思っている自分自身かもしれないし、周りの状況かもしれない、対人関係かもしれません。今あなたが諦めずに取り組んでいる状況、ここから今まさにできることを少しずつでいいからやってみましょう。時には動くことだけではなくて見直しがかかることもあるかもしれません。ここね、たくさんのユニコーンが頭を
ぶつけ合っている状態なので、誰かとの衝突だったり出来事っていうのがあるかもしれません。周りの揉め事に巻き込まれていたり、またはいろんなことを頼まれていてやることいっぱいとかね、とにかくたくさんのユニコーンがいるので、今あなたの中で考えることがたくさんあるとか、やらなきゃいけないこと、対処しなきゃいけないことだとか、そういうものがあってたくさん出てきている可能性があるので、そこに対して一つ一つ丁寧に取り組んでいくこともそうですし、見直しながらまず柔らかくねやっていきましょうっていうのが出てきています。はい、そして次はこちらですね。あなたの心に働きかけるといいよって言われているところです。自信を持って、そしてあなたが今信じてる道とか信念っていうのが今あるんじゃないんですかっていうのがあります。あると思いますね。ずっと頑張り続けていることとか、取り組んでいること、こうなったらいいなって思っていること、それはあなたの幸せや豊かさにつながるものです。こうなりたい、こうしていきたい、こう変わりたいと思うこと、あなたが信じていること、それを疑わずにそのまま信じて、自信を持って進んでいきましょう。ただし焦らず落ち着いて取り組んでいくといいでしょう。これは心に対してのアドバイスなので、焦る気持ちが今あるのかもしれません。早く何とかしたいとか、早く決めたい、先延ばしにしないで決めなきゃなとかね、またはその逆で、まだまだね決めないでおきたいとか、どうしようって悩んでいて動けないとかね、信じていることがあるんだけれども自信が持てないとか、そういうところがあったかもしれません。ですが、自分の信じてることってちゃんと出てきてるんですよ。あります。ちゃんと心にあるので、それ信じて疑わずに進んでもいい。ただし焦らずね、時間をかけましょうっていうのが出てきています。流行る気持ちが出てきているかもしれません。気持ち的には少しペースを落としながらも、だけどね、信じてることは決して諦めないでってことは出てきています。信じ抜いて進んでいくっていうことですね。はい、そしてその後ですね、周りに対して配慮すること、周りの方々、今あなたを深く理解しようと受け止めようとされています。そこに対してどんなことを働きかけていけばいいのかというと、このお相手、もしくは周りの方々と平和で穏やかな時間を過ごしていくこと、お互いがリラックスできるような時間や、そして生活の一部として一緒に取り組まれるといいんじゃないかなっていうのが出てきています。温かい、あなた自身が温かいな、一緒にいて落ち着くなっていう時間を大切にしてください。すべてがすべての人に対してそのように思えない時もあるでしょう。ですけど、温かいなって思えるその瞬間っていうのをとても大切にしてください。そして温かいなっていう気持ちになったら、それを相手に伝えること、今あなたのテーマとして自分から発信していくこと、届けることっていうのがテーマなんです。しかもそれは関係性を育んでいくことだったり、自分自身の心を豊かにさせることっていうのがテーマなので、そのためにあなたが周りに働きかけるとしたら、必ずここには感謝の気持ちを伝えるっていうことを忘れずにやっていきましょうっていうのが出てきていました。自信がないとか動けないとか、そのような方々は動いても全然大丈夫です。もう迷わずね、決めていきましょう。今の周囲の方々は受け取るっていうのが出てきていますから、でその中であなたが動いたことをしっかりと見て、ちゃんと向き合ってくれます。そしてあとはね、この方々がどんな風に判断していくのかっていうのは、このそれぞれによって、関係性によっても変わってくるんですが、ただ今好転のメッセージも来ていますし、そのためにあなたが動いていく、どんな風に動いていくといいのかってこともお伝えしたので、やってみてください。そうすると好転へつながっていくと思います。チャンスがやってきています。だけどこのチャンスっていうのは、あなたが今動かないとか決められない状態でいると、やがて過ぎ去っていきます。運命のルーレットが回っている状態で、今あなたのところにちょうどね、当たりが来ているところなんです。そのようにイメージしていただけるといいと思います。今それをしっかりと掴み取れるよってことが言われているので、今やることをやってみましょう。ただし焦らずにねとは言われています。で、ゆっくり落ち着きながらやっていきましょう。そして自信を持ってね、自信がない方は自信を持ってくださいっていうのが強く出てきていましたよ。はい、そうですね。その他にもアドバイスカードもらっていっています。あなたはやっぱり美しい
そして己自身もね、理解し合うようなことが今回のテーマで、そうすることで豊かさにつながっていきます。自信のない方、自信持って、そして信じてることがあるんだけど、なかなかそれを打ち明けられなかったとか、外に運んでいけなかった、働きかけていけなかったって人は、今まさに外に向かってあなたが発信していく、伝えていく番がやってきています。自分自身を変えていきましょう。変えられます。美しく変えていきます。はい、そしてこちらですね、アドバイスカードでもらっているカードです。こちらのカードですね。今このタイミングがやってきているので、これにしっかりと乗っていきましょう。そしてタイミングを見極めることができると思います。今のあなただったらしっかりと準備しているし、周りのこともよく見ているので、そして気持ちが今苦しかったりとか窮屈に感じているような気持ちにもしなっているのであれば、今の状況をまず見直してみてください。目の前にチャンスがあるっていうことに気がつくと思います。今ね、見えないなとか、チャンスなんてどこにあるんだろうっていうぐらいね、気持ちが曇っていて、なかなか晴れ渡らないから見えないよっていう方は、しっかりと足元見てくださいとか、周りを注意深く見てくださいっていうのが出てきています。そしてメッセージカードです。こちらですね。まずあなたの足元にヒントが眠っています。なくしたと思っていたかもしれません。だけどそれは本当はなくしていなくて、ここにちゃんとあるんです。もしそれがあなたの思っているような、理想に描いているような形として残っていなかったとしても、また作り変えることができます。あなたの理想の形に作り変えることができますので、まずは見つける、見つかるっていうのを優先的に考えていきましょう。その後にどんな形にしていくのかっていうのは、あなた次第っていうのも出てきていますからね。はい、自分が自分の豊かさに向かって、自分自身の幸せに向かってまた作り直していけばいいだけなんです。まずはここにちゃんとあるんだよってことに気がついてくださいねっていうのが出てきています。またあなたの助けになってくれるような人、あなたが今探し求めている答えを持っている人も現れるでしょう。この方々がすぐ近くにいる可能性もあります。周囲の方々、周りの方々ね、恋愛のことで悩んでいる方でも、あなたの身近な存在、お友達や会社の方々が何かのサインやヒント、答えを持っている可能性があるので、今やはりね、周りの方々とコミュニケーションをとっていくことだったり、深くお互いを理解し合うことっていうのが大きなテーマとして入ってるんじゃないかなと思いましたね。一人で立ち向かっていく必要はありません。助けてくれる人たちがいます。時間をかけて物事を取り組んでいきましょう。自分の理想や豊かさに向かって進んでいきましょう。そのようなメッセージも入っています。あなたにとってはね、苦しいなとか、ここね、大きなハードルだなって思うかもしれない。だけどチャンスがやってきてるってことは、もう飛び乗るしかないですよね。逃しちゃったらもう次いつ来るかわからないんですもん。そのラッキーなタイミング、もうね、偶然とかラッキーとか、そんな風に考えていただいてもいいんですよ。あなたが今まで頑張ってきたからっていう風なご褒美で回ってくるってことももちろんあります。どんな風に受け止めていただいてもいいんですが、この運命の輪っていうのはね、必ず回転しているので、自分のところにいつも常にね、好転がやってきてるわけじゃないんですよ。ただ今あなたのところにやってきてるね、運が巡ってきてるよってことを教えてきてくれてるので、それに掴み取っていくのはあなた次第です。だけどあなたは勇気や自信を持って進んでいけば掴み取っていくことができるよっていうふうに言われていました。あとは、こちらのタロットカードからメッセージをもらっていきます。大丈夫、一人じゃないですよっていうことですね。今飛び出してきたカード1枚もらっていきます。そしてあとは今回この1番さんは、周りと深くつながる、お互いを深く知っていくなので、今この恋愛で見ていないよっていう方だとしても、新しい出会いや今まで付き合ってきた交友関係の方々の中に、これからもっと深く理解し合えるような存在がいるとか、つながりを感じられるようなことが出てくるっていうのがあるので、とにかく周りの人とのコミュニケーション、感謝の気持ちっていうのが深く入ってきます。こちらに意識を向けてみてください。全く恋愛したいと思っていませんっていう方でも、その人とのつながりって恋愛だけじゃないので、あなたを成長させてくれる人っていうのが必ず近くにいます。
もう今は一人ぼっちっていう風に感じてる方も中にはいるかもしれません。だけどそれはあなたが今そう思っていて、今ね心が曇っていて視野が狭くなっている可能性があるので、しっかりと足元を見て探してみるとちゃんといますからっていうのを教えてきてくれています。こうね、自分に自信がなかったのかなっていうのも一部入ってきてるので、なかなか自分自身を信じられなかったとか、周りに対してもそうかもしれません。周りのことを信じられなかったって方もいるかもしれません。それが今改善されていく時です。はい、今あなた自身がより美しくなっていくために、自分のことを信じて進んでいく、周りを理解する、自分自身も理解していきましょうっていうのが出てきていました。そして最後のメッセージカードです。ハーミットソードの2番というカードも入ってきています。このカード2枚からは、あなたが貯めてきたものを今外に出す時でもあり、そして自分自身の心に答えを出す時でもあります。なんかね、決められなかったことがある、決めたいと思っていたんだけど先延ばしになっていてどうしようかなとか、それは自分自身が決められないとか、周りが決めてくれなかったとか、いろいろあると思うんですが、決まらなかったことに対しては自分の感情を今外に出していく時っていうのが出てきたので、溜めていたものを出しましょう。それはネガティブな感情でも構いません。ネガティブな感情を相手にぶつけるのではなくて、ネガティブな感情は外に放り出していきましょう。息を吐くようにふーっと吐き出していきましょう。ぶつけるのではなくて、ふーっと自然に返していきましょう。還元してあげましょう。そしてポジティブなこととか自分が思っていることで、そして相手にぶつからないような感情、落ち着いてね、冷静に、私はこう思っています、こう考えていますっていうことは相手に伝えていきましょう。感情的になってこうだからこうだからっていう感じでわーって言っちゃうと、ここはね、焦らずねって、心はゆっくりだよ、落ち着いてねって、だけど進んでいくんだよっていう心の働きかけが出てきたので、ここもね、落ち着いて、伝えるべきところは伝える、落ち着いてゆっくりと、そしてわーってなっちゃうような気持ちはもう自然にさよならって、自然に返します、還元しますっていう風にポンと手放していきましょう。ちょっとね、抑えてるところがあったんじゃないかなっていうのが出てきているので、あまり必要以上に抑えることはないよっていうことですね。今までそのことによって自分を抑えることによって周りとのバランスを保とうとしていたり、あえてね、本心を言うと怖いからね、相手に何て思われるかとか、どんな返事されるか怖いから抑えていたようなところもあったんだけれども、これからはそれをバランスを取りながら外に出していける、理解し合っていけるっていうのが出てるから、あなたが出していくと向こうも受け止めてくれるし、それはネガティブな方に打ち出していってしまうと、相手はその通りに受け取ってしまうので、相手に受け止めてほしい、理解し合いたいと思うのであれば、ネガティブな気持ちじゃなくて、また違う伝え方になると思いませんか？なのであなたは多分ね、それがちゃんとできると思うんですね。だから大丈夫よ。あなたが今考えていることっていうのを伝えていきましょう。あまりね、必要以上に我慢することはありません。そして心は常に穏やかにね、いましょう。そしてしっかりと周りを見ること、あなたの足元とかですね、何にもないと思ってるかもしれない、見つからないと思ってるかもしれないけど、ちゃんと見つかりますからね。あなたの心の中に答えが眠っています。今までね、でもあなたは自分の心をしっかりと見つめてきたと思うんですよ。だから今ちゃんと準備が整っていて、もうあとは外に自分が一歩踏み出すだけ、決めて動くだけなんだっていう感じがするんですね。そうですね、ちゃんとしっかりと考えてきたと思うんです。あとはあなたの背中を押してくれる運気の流れっていうのがやってきていますから、いろいろと今動いたり考えたり心を整理したりしてみてください。しっかりとね、自分を受け止められていると思います。はい、そしてお選びいただいたオラクルカードからメッセージをもらっていきます。これはあなたが自分自身を深く知ること、そして周りもそうですね、お互いを深く知ることですね。金魚が2匹います。こ
この金魚たちがお互い丸くね泳ぎ合っていって丸い円を描くかのようにねこう動いています。二人で一つだよとか、あなたと周りの人たちが今こう流れを一つに循環させて一つの輪を作ろうとしています。これは好きなお相手じゃなくても周囲の状況なので、今丸くね収まろうとしてるんですね。うまい流れがやってこようとしています。またはそのようにお互いが働きかける、つまりお互いが深く知ろうとするからです。だからあなたは循環させるように前に進んでいきましょう。向かう先をしっかりと定めることができますので、だからね進んでいけるよっていうカードですね。それはお互いを深く知るからだよ。あなた自身がね自分自身を深く知るからってことももちろんあります。そこから始まっていくんだよってことですね。さあ時はやってきました。あなたの中に答えは眠っているんじゃないんですかっていうねことも出てきたので、こちらも参考にしてください。今回は主語からのメッセージとして今あなたに必要なメッセージお届けしていきました。この中から今やっていけそうなこととか心に残ることがあればぜひ参考にしてください。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは2番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは主語からのメッセージとしてお受け取りください。タロットカード4択で占っていきます。もうすでにカードを展開してあります。カードすべて正位置採用です。まず今のあなたの現状を見ていきます。はい、2番をお選びいただいた方というのは、今回テーマになってくるのが、あなたは一人で立ち向かう必要はない。周りの協力者、仲間との輪、絆っていうところを感じて自分を信じていきましょうっていうのがテーマですね。いかに自分が前に進むために何が必要なのか、必要なものを取り入れて、そして自分に自信を持って進んでいく。進むっていうのもテーマの一つです。あなたの中で今課題に感じていること、これに対して乗り越えていかなきゃな、取り組んでいかなきゃなって思っていることがあると思うんです。しかもそれは一人で頑張らなきゃっていうふうに思っているんじゃないかなっていうのも出てきています。だけどその必要は全くなくて、今確かに困難な状況とか乗り越えなきゃいけないもの、障害っていうのを感じているかもしれないけど、一人じゃないよってことを教えてきてくれています。あなたの中でここイエスっていうカードが出てるんですね。自分の中でもすでに答えが決まっていて、ただそれを進めていくには障害を乗り越えていかなきゃいけないとか、周りに角が立たないように自分がうまくやっていくためにはどうしたらいいのかとか、そこで今立ち止まっている方が多いんじゃないかなと思うんですね。一人で何もかも抱え込む必要はありません。悩むこともないです。あなたは今守られています。で、今回のテーマは主語からのメッセージなので、私たちがあなたを守っていますよってことをここでメッセージを伝えてきてくれています。そして今あなたに吉報、良いお知らせがやってくる。なのでそれを受け取ってくださいねっていうメッセージも入っていました。主語の存在なんですが、もっと現実的に分かりやすく言うのであれば、周りの方々とかお友達っていうね、複数人っていうのが入ってきます。あなたはご家族、ご友人、あなたを取り囲む人々から守られている、サポートを受けているんだよってことを感じる。これが今のあなたに必要なメッセージとして入っています。複数人で対立されていたりとか、物事を取り組むにあたって周りが信じられないとか、そういうふうに感じていた方っていうのは、自分の気持ちを信じていってください。そして周りの人、あなたを守ってくれてる人たちのことを信じてください。あなたが敵だなとかライバルだなとか、この人は信用できないなって人に対しては無理に信じることはありません。だけどここはね、ラバーズが入っています。これはその恋人たちっていう直訳するとそのようなカードなんですが、でもここは恋愛以外のところでも取っていきたいです。なのであなたが今
コミュニケーション、人とのつながりやご縁を通じて今あなたが選んでいく時です。どんな風に選んでいくのかって言ったら、イエス、あなたの思っていることは正しいです。あなたがこうしたい、このように選んでいきたいって思うお気持ち尊重してください。それに賛同して守ってくれる、ヘルプに出てくれる人たちもいますから、一人で全てを抱え込まないでくださいねっていうメッセージ、今現状のあなたに入っていました。今なんかね、取り組まなきゃいけないことあるとか、ちょっと苦しいな、厳しいなって、先見えないなって思うようなことが今ね出ているかもしれないんですが、でもこれからあなたに良いお知らせとして何かしらのメッセージが入ってくる可能性が高いです。なので自分が今イエスって自分自身のことを思えなかったとしても、あなたがこれから先こうだって思えることがちゃんと出てくる。でも今現在多分心の中でこうだって思ってることあるんじゃないかなっていうのが感じられます。どうでしょうか。今あなたの中で信じること、信じたいと思っていること、自分の貫きたい思い、それは大切にしてくださいね。そして次見ていきましょう。あなたの本心っていうところを見ていきます。そしてこちらは周囲の方々、これは見ている方々によって変わってくるんですが、好きなお相手として捉えていただく方もいるでしょうし、周りの方々や会社の状況とか環境、生活環境として捉えていただく方もいると思います。それぞれの状況に当てはめて今ご覧になってください。で、あなたの本心としてはこちらのカードですね。今何かね、みんなで協力し合って新しいことを始めたりとか、あとちゃんとね形に残るものを作り上げていきたい、手にしたいっていうことが出てきています。ちゃんと形になってわかるもの、実感できるものですね。それをみんなで作っていきたいっていう風に感じてるのかなとも思いますし、みんなが関わっていなくても自分の力で何か成し遂げたいとか、結果が欲しいとかね、そういうことも出てきてるかなと思います。自分をフォローしてほしい、助けてほしいとか、知らせを待っているっていう方もいるでしょう。それはね、時間に関係することかもしれません。もっと長い時間が欲しいなとか、これぐらい時間をかけて頑張って取り組んできたんだからそろそろ成果が欲しいなとかね、そこからまた新しく何かを作り上げていきたいとか、時間をかけて始めたことに対しての結果ってこともそうかもしれません。あなたがしっかりと手に持って実感できること、これが欲しいってことですね。曖昧なこととか目に見えないものとかではなくて、今欲しいのは形となってわかるものや、あなたがしっかりと受け止めて実感できるようなことなんじゃないかなっていうのがあります。そして周りの状況を見ていきましょう。これね、困難な状況が周りのことであったと思うんですね。周りの対立だったりとか争いっていうのも少しだけ入ってきています。争いとまではいかないかもしれないんですけど、いろんな意見があって、それをどうやってまとめていこうかとか、周りと自分とのズレを感じていたりとか、そのような方々もいると思うんですね。自分はこうだって思ってるんだけど、周りの人と足並みが揃わないとか、周りの人というかね、組織かもしれない、コミュニティかもしれないんですが、もしくはね好きなお相手かもしれないんだけど、このね周りと自分のズレを少し感じていたんですけど、そこが周りの方々は一つに方向性が定まっていくよっていうのが出てきているんです。今の状況かなり混沌としているというか、いろんなものが交差されているような状態で、その中から一つ答えを選んでいかなきゃいけないとか、そういう状況なんですけど、周りの環境としてはその殺伐とした混沌としたような状況から抜けていくよってことが出てきているんですね。さあ、この船にあなたは乗りますか？何かを待っていますよね。周りの環境が整うのを待ってるんですか？あなたにとっては自分がプラスになることを待っていると思うんですね。受け取りたいと。そして周りの方々もそのようにまとまっていく、働きかけていくし、流れが整っていくんじゃないかなと思いますね。あなたは何を待っているんでしょうか？ただし本心としては受け取りたい、実感したい、待って受け取って、それから自分が動いていきたいっ
っていうところが出てきています。なので周りの状況を今見てそれから動こうと思ってるよっていう方もいるかもしれませんね。周りの状況次第では自分の意見とか気持ちを言っていくんだけど今抑えているとかね、そういう方もいると思います。ではここですね、今あなたが障害に感じていることでこれです。ウォーター4番、カップの4番ですね、飛び出していきたいんじゃないかなと思っています。あなたが、それは状況的に今少しねいろんなことが交差されているような、いろんな情報が飛び交っているのかもしれないし、意見のぶつかり合いとかね、そういうのもあるかもしれない。それをあなたはちょっとね、これなんとかしたいなって思ってるんですね。その今起きている状況、困難なことやいろんなね交差しているものから抜け出したいっていうのを思っています。だけど抜け出すタイミングを見ていたりとか、まだ動かない方がいいんじゃないかなってこうやって座って待っていたり、タイミングを見ていたりとかね、まず自分が何かを実感したりとか受け取ってから選んでいこう、抜けていこうかなって思ってるとか、そういうこともあるんじゃないかな。今障害に感じていることは今の現状ですね。現状から抜け出したいっていうふうに思っています。抜けてもうちょっとね軽くなっていきたいとか、あとはちゃんとしっかり実感するものがあったらもっと心が楽になるのになとかね、そういうことも考えているんじゃないかと思います。チャンスが来ないっていう風に感じてる方もいるんじゃないかな。いつもずっと待っていても心の中、あなたのね心の中はイエスって言ってるんだけど、なかなか状況が整わないね。その中で自分はずっと座って待ってるんだけど、結果お知らせが来るのを待ってるんだけど一向にやってこなくて、ここから早く抜け出したいなっていうようなお気持ちが今出てきてるんじゃないかと思います。満たされない思いね、待っているけど満たされない、満たしてほしいっていうところが出てきてるんじゃないかと思います。それではこちら2枚から、まずこちらですね、あなたが今具体的にアクション、行動に起こすといいよって言われてるアドバイス、そして心に対して働きかけるといいよって言われてるアドバイス、2枚見ていきましょう。今の現状とか障害とか周りの状況を見ていった中で、今あなたが実際に行動に移すといいよって言われてるのが、前に進んでいきましょう。そしてこれね、2人揃ってます。隣に人がいますね。パートナーシップです。あなたのパートナー、これはね恋愛要素じゃないかもしれません。そうですね、人だと思うんですけど、人じゃなかったら何かしらのあなたが今待ってることに対しての結果とか、寄り添ってくれるもの、つまりずっとね実感してやっていけるもの、あなたが今待っていることで結果が欲しい、何か知らせが欲しいとか、これがあれば自分動けるとかね、イエスってちゃんと言えるとか、そのことです。そのことがずっと自分の支えになるようなもの、これがあればあなたは動いていけると思ってる。それがっていうところがちゃんと出てくる、または掴み取っていくためにあなたが進む時なんですよっていうこともここで出てきています。あとはね、約束することっていうのも入ってくるかな。お仕事で言えば契約が取れるとか、自分が願っていたものがね手に入る、依頼が入ってくるとか、そういうこともここで出てきているんですけど、人間関係で言えばあなたにとってねプラスになるような約束事が交わせるとかね、そういうことも出てくると思います。パートナーシップが全てではないのでね、これは誰かと一緒に次へ進むとか、あなたが心の頼りになるようなものを自分の胸に抱えながら、そして歩んでいくってことがここで言われてるんじゃないかなと思います。新たに前に進む時です。行動としてなので、あなたが一歩進んでみましょう。もうね、待ちの姿勢を終わりにして抜けたいと思っていることから抜けていきましょう。一つ前進することでもいいです。すべて抜けきらなくてもいいので、まず今何ができるかなっていうところに着目して、今できることを少しずつやってみてください。それはいずれあなたが完全に抜け出すために、あなたがちゃんとイエスと言って受け取るための第一歩となっていくでしょう。そしてこちらね、心に働きかけることとしてもチャリオット出ています。心に働きかけることがかなり大きいんじゃないかなと思います。実際に行動に移すのは多分気持ちが決まってしまえばすぐ一歩踏み出せると思うんですね。
全てゴールまですぐ行けるわけじゃなくて、ちょっとした一歩だったら、ほんの些細なことがあればすぐ多分あなたは行動に移せると思うんです。ここ問題は心ですね。あなたが動こうって思うかどうかっていうところがここで出てきています。あなたが自分自身の心がね、まだ定まっていないとか、まだ揺れているとか、抜けたいと思ってるんだけど、どうしてもね、どうやったらいいかわからないというか、気持ちがちゃんと定まらないっていうかね、まだちょっと揺れているところがあるのかもしれません。または自分が動いていきたいと思ってるのに、周りのことを見ていると、どうも自分から動くのはちょっとなっていうふうに思ってるかもしれません。ただ周りの方が方向性が定まっていくので、それに合わせてあなたも動いていける、踏み出していけるんじゃないかなって、お気持ちとしても前を向いて進んでいきましょうって、あまり深く物事をマイナスに考えたりとか、あとは周囲とのバランスをうまく取っていかなきゃっていう風に意識しすぎる必要はありません。あなたは気持ちが定まって動けば、おのずと周りとうまくやっていけるし、コントロールしていけます。自分の心もね、周りの環境っていうのもうまく整っていきます。なぜなら今の現状でもここ出てきていますね。人とのつながりを表すカード、ここかなり大きいカードが出てきています。このエンプレス女帝のカードは後からお話ししていくんですが、愛とか豊かさを育んでいくっていうのがまず大まかなテーマなので、この3点がこの2番さんにとってはかなり大きなことです。でプラスここにイエスびっくりマークがついてるので、もう絶対そうだよって、あなたがそう思ってることって進めても絶対大丈夫っていう風にここで言われてるので、今そのあなた自身が感じること、要点としては人とのつながりの中であなたが選んでいくこと、そして気持ちは前に進んでいきましょう。前にというか、あなたがイエスと思う方に進んでいきましょうって。だからこうだって思ってる方、こうしたいと思ってる方、それは前に進みたいじゃなくて、ゆっくり進みたいとか、少し斜めにずれて動きたいとかかもしれませんよね。あなたの道ですよ。あなたの道について自分でイエスって思う方に進んでいく、思った方に進んでいきましょうってことです。気持ちを乗せていきましょうっていうことがここで言われています。そんなに器用に上手にうまく進まなくたっていいんです。あなたなりのやり方でいいんですよ。ただこうやって座って待つのはもう終わりで、抜けたいと思ってることから抜けていきましょう。なんかね、ここでね、決めるというかね、心が定まっていくのかもしれません。そして心が定まっていけば、おのずとあなたの足が進んでいくでしょうね。ここね、行動として現れていくと思います。これは周りに配慮することです。で、女帝のカードが出ています。先ほどもお伝えした通り、周りの人たちに感謝の気持ちを伝えていきながら愛を配っていきましょうってことですね。今ね、関係性を育んでいく時です。ここですね。気がつくとあなたは守られているので、これはね、周りの人たちに守られているかもしれないし、今あなたが厄介だなと思っている課題や対抗している人たちとは関係なく、違うところであなたを支えてくれる仲間がいるので、この方々を信じていきましょう。この方々とのつながりを大切にしてください。そしてこの方々に感謝の気持ちを告げることだったり、このコミュニティを育んでいきましょうねってことも言われています。またね、周りの環境が整っていくことによって、あなたが今まで対立していたこととか、少し面倒だなって思っていたようなことが整っていくから、そこに対してもあなたが気持ち少しね、柔らかになって接していけるようになるかもしれません。または周りの人たちが整っていくためにも、あなた自身が周りとのご縁とかコミュニティっていうのを大切に育んでいくこと。今とても豊かなものをあなたは本当は持ってるんですね。持ってるんだけど、打ち出していくのを今抑えてるというか、待ってるタイミングを見てるところがあるから、少しもったいないようなことをしているかもしれません。ふとね、自分の気持ちが定まると、たくさんのエネルギーや豊かさっていうのを周りに与えていくことができるので、そして逆に吸収してあなた自身も成長につながっていくでしょうし、ここもね、大切にお受け取りくださいと出てきていました。育むこととか愛することですよって。あとはね、
周りに対していくといいこととして、これ女帝のカードは五感っていうのも表しているので、五感を使って周りと打ち解けていくことだったり、つながりを求めていくことっていうのもいいかもしれません。あとはこちらはアドバイスカードです。はい、アドバイスカードをもらっていきましょう。ここですね、この2枚と、あとこちらのオラクルカードです。これ自信を持ってくださいねってね、これもやっぱり架空の生物だと思うんですけど、ドラゴンかな、翼の生えたドラゴンでしょうかに乗って、ね、この7色の翼を持ったドラゴンに乗ってあなたが飛び立っていますよね。動いているんですよね。これもアドバイスです。あなたの心に彩りを持って、あなたが今自由に自分の進みたい方向に動く、飛び立っていくんだよってことが出てきています。あなたはね、イエスっていう思ってることを大切にしながら、諦めずに今やってみてください。そしたらあなたは、頭一つ抜けている存在なので、守護の存在もいますからね、守られていますから、波に乗っていけるでしょう。あとは自分が気持ちがどう決まるかどうかっていうことですね。どう動けば自分の豊かさにつながっていくのかとか、自分の願望を成就させるためにはどうしたらいいのか、多分ね、待ってるだけじゃ始まっていかないことがあるっていうのをあなたは知ってるんじゃないかなと思います。だけどやっぱり周りのこととかを考えてると、自分の気持ちだけでは動けないとかね、そういうところがあったと思うんですけど、これからあなたが愛情をかけて育んでいくことや感じていくことで、より羽ばたいていきやすくなっていくと思います。少しあなたが忍耐してるというか、我慢したりとか辛抱強く待っているってところもやっぱり出てきてはいるので、時間をかけてこれから変わっていくのかもしれないし、今までずっとね時間をかけて待っていて、芽が出るのを待っていたよっていう方もいるでしょう。相手の出方を待っているとかね、そういう方もいると思います。だけどここはですね、うまくいかないこともあります。だけどそれは一時的なものです。長い人生の中でずっとうまくいかないわけではありません。今うまくいっていないなと思うことはその時だけであって、これから先広い目で見ていきましょう。これから先は変わっていきます。どんな風に変えていくのかっていうのはあなたの心がよく知っています。今まで耐えてきたことやこれから耐えていくこともあるでしょう。ですが別の視点から物事を捉えて、上ばかり見るのではなく、下ばかり見るのではなく、横から見てみてもいい。違う角度から物事を見て考えたり、または情報を取り入れたりとかしながら、あなたがいかに自分らしくいられるかっていうことが重要となってきます。そして、アドバイスカードです。はい、こちらのカードも見ていきましょう。まずミュージックっていうね、はっきりと音楽っていうワードが入ってきています。音楽を通じてあなたが今豊かさを手に入れる時がやってきています。豊かさというのは人それぞれだと思いますね。好きな人と関係性を良くしたいっていう方もいるでしょうし、今自分が取り組んでいることや環境を整えたいっていう方もいると思います。あとはお金の流れを良くしたいっていう方もいると思いますが、全ての方に当てはまるのがミュージック、音楽です。音楽を聴きましょう。その中にあなたの豊かさにつながるヒントが眠っています。もしくはあなたの心を動かす音楽に出会えるでしょう。あとこれはね、情報を集めましょうっていうカードなので、もし自分が豊かさに向かってどう心を決めていくのかとか、どう動いていくのかとか、今の現状を抜けていくためにはっていういろんな情報を集めてくださいっていうのが出てくるんですね。じゃあどうやって情報を集めるのっていう風に出てくると、やはり最初に戻っていきます。周りとのつながり、コミュニケーションっていうところですね。このあたりです。はい。あなたを守ってくれる存在、もしくは仲間ですね。はい。目に見える形として現れてくるかもしれません。本当は目に見えないところであなたは守られているんですが、それをね、人を介してメッセージがやってくるかも、降ってくるかもしれません。ふと友人から言われた一言にはっと気づかされるとか、そのような形であなたは情報を集めていくでしょう。ここも、
吉報を表すユニコーンのカードです。ミラクルを表しています。魔法のカードですね。あなたにとって良い魔法を仕入れることをしていきましょうってことですね。吉報なので、あなたが待ち望んでいたことに対して良いお知らせも入ってくるでしょう。または入ってくるように手引きをしてくれるような方々もいるし、それを受け取るあなたもいます。これは共通して音楽を通じてやってくるかもしれません。ですので今たくさんの音楽を聴いてみる、触れてみたりすることだったりとか、あなた自身がふとテレビやラジオから流れてくる音楽でハッと気がつくようなことがあるのかもしれません。女帝のカード、五感を表すカードが出ています。特に音楽、コンサート、ライブ、映画、サウンドトラックだったりとか、あとは本当にミュージック、音楽そのものをですね、ジャンルは何でもいいです。それらからあなたが心地いいと思えるような音楽を通じて何かを受け取るよってことが出てきていました。多分ね、この受け取ることによってあなたは心がちゃんと決まるんじゃないかな。心の奥底ではこうだって思ってることがあったんだけれども、それを形にしていこうっていうふうに決められるとかね、抜けていこうって感じられるとかっていうところが出てきてるんじゃないかと思いました。ではこちらね、女神のタロットカードを使ってメッセージをもらっていきましょう。飛び出してきたのを1枚もらっていきます。ページのカード、ペンタクルページですね。あともう1枚ね、もらっていきましょう。やっぱり待っていることありますか？そしてそれは大切だからこそっていうのが入ってきます。とってもあなたにとっては大切なもの、存在です。お知らせかもしれない。大切な結果かもしれない。それをずっと待っていた。しかしもう手放しで喜べる時がやってくるんじゃないかなっていう風に出てきていますね。もう1枚めくっていきましょう。カップのキングですね。まず自分自身を愛していきましょう。自信がなかったとか、自分ね、待ってるだけで動けない自分ダメなのかなっていう風に思っている方は、自分自身に自信を持ってください。いいんですよ。チャンスがやってくるまでしっかり待とうっていうね、その忍耐強く待つっていうのも長所の一つでもありますから、待つことができなくて焦っちゃう方とか、余計ね落ち込んじゃう方とかもいますから、あなたはただ前を見据えて待っている、伺っているところがあるし、我慢強く耐えているところもあるので、今その我慢していたこととか待っていたことに対しての吉報がやってくる。だからもう手放しで喜べるようなことがこれから起きてくる。だからあなたを愛してください。いろいろなことを感じてくださいってことが出てきています。自分の心をよく見ることも必要になってくるでしょう。女帝のカードもね出ていますから、自分をいかにこよなく愛していけるかってこともそうです。自分が自信を持って羽ばたいていけるためには、まず自分自身を愛していきましょう。そして心の中をよく見てみてください。その中にはあなたの中で本当のお気持ちイエスって思ってる気持ちもあれば、抜け出したいって思ってる気持ちや待ちたいなって思ってる気持ち、または周りとのつながりについて感じていること、これらをもう一度整理して、自分が本当は何を手にしたいのかっていうのを見てみてくださいねっていうアドバイスも入っていました。まずね、自分自身が美しいんだってことに気づいてくださいねってことですね。あなたはとても美しい、豊かな方です。そしてお選びいただいたこちらのカードね、少しね荒波が立っていてわーって思ったかもしれません。これは強さを表しています。見てください。雷が鳴っていて嵐ですよね。波がすごく立っている。だけど船は、荒波に揉まれてはいるんですが沈んではいません。これが強さを表しています。どんなことがあっても、どんな状況でもあなたは強さを持っています。諦めない強さや辛抱強く待つ強さ、これらがあなたの持つ美しさの強さの一部でもあります、強さっていうのは美しさの中の一つですからね。
ね、それはあなたは思っていますよ。何が起きてもしばらく待って我慢することがあなたはできます。そしてそうしていくと乗り越えていくことができるんですよね。嵐っていうのは一時的なもので過ぎ去っていきます。今この瞬間すごく耐えてね、安定させようって頑張っていって、そしたら嵐が過ぎ去った頃にはそれを乗り越えたっていう経験と豊かさがあなたに残るんですね。今あなたは荒波に揉まれていたりとか、環境的に今ちょっとね自分で抜けていきたいなって思うようなことがあるのかもしれません。ですが本当にこれはね一時的なものなので、今これを耐えたからこそこれが経験となって、そこからまた新しく見方が変わって始めていこうって思えることにつながっていくってことが出てきています。あなたの強さを誇りに思ってください。今回は守護の存在からのメッセージとして今あなたにお届けすることについて見ていきました。この中からお受け取りいただけるところがあればぜひお受け取りください。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは3番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは守護からの今あなたにお届けするメッセージをテーマに見ていきます。今回もタロットカード4択占いです。よろしくお願いします。もうすでにカードを展開してあります。すべてカード正位置で採用していきます。そしてこちらがあなたの現在の、コンディションっていうところなんですね。そしてまずこのカードを展開していて思ったのは、今あなた自身の改革が行われる時です。より良くなっていくでしょう。これかなり自分の心とか体とかもう自分中心で物事が変わっていったりとか、または変えていくことがあったり、あなた自身の大きな成長につながることが今出てきていると思います。これがまず並べた時の感想としてお伝えしていきます。怖いなって思うこともあるでしょう。ですけどそこにあえて潜っていくことっていうのも今回必要になってくるんじゃないかなと思います。ではコンディションっていうところを見ていきますね。今ねあなたの心を誰かに脅かされているっていう風に感じたり、または新しい自分とかより良い自分っていうのを求めているんだけど、変わるのが少し怖いとか、怖くはないんだけど自分は怖くないけど周りを受け入れるのが怖いとか、そういうところを感じてる。怖いというか心配だったりとかっていう風に思ってるところもあるんじゃないかなっていうのをいろいろ感じることがあるので、深く自分の中に潜っていってまず答えを見つけていくと大きく変わる出来事がこれから起きてくるんじゃないかっていうことが出てきています。はい。で、お待たせしました。コンディションを見ていきましょう。コンディションとしては悪くないですね。すごく良くて、前に向かって今期待していることがあったりとか、こうやってやっていきたいんだっていう今情熱ですよね。活力にみなぎっている状態。エネルギーに溢れているような状態なので、それはあなたが性格的に自分で前に進んでいきたいって思うような性格なのかもしれないし、ね、こうやって決めたら進んでいきたいってすぐ行動に移すような方なのかもしれないしね、勇気のある方ですよね。もしくはそのような社会的な立場の可能性もあります。あなたの下に部下がいて引っ張っていかなきゃいけないリーダーなんですとか、今社長やってますとかね、そういう方もいるかもしれません。ここね、リーダーを表すカードも出ていますから、自分が頑張ればついてきてくれる人がいるとか、そういうことも、感じてらっしゃるのかなとも思います。で、コンディションとしては今方向性を変える時っていうのが出てきているんですね。ただしあなた自身も変えたいと思ってる。より良くなっていきたい。先のことを見据えて、これから先の自分どんなに豊かになっていくんだろうっていう期待もありながら、どうやったら豊かになっていくんだろうってこともじっくりと考えていると思います。今まさにあなたが変わる時だよっていうことが出てきているんですね。そして
こちらのオラクルカードなんですけど、これねごめんなさい、私の今のこのカードの並びと合わせて今読んでいくので、あれなんか違うなっていう風に感じる方もいるかもしれません。通常だったらこれはあなたに助けが入るよっていう風に読むかもしれないんですけど、今回はあなたが周りの人に助けを出す番だよっていう風に感じてほしいかなと思いました。もともとあなたは周りの人を助けたりとか引っ張っていったりとかするような性格をお持ちだと思うんですね。それはあなたの素晴らしい個性です。そしてそれを苦に思ってないんですよね。困っている人や、それは自分の仲間かもしれないし、好きな人かもしれないし、助けるんですよ、あなたは。好きな人が困っていたら、なんかね、自分が寄り添って助けてあげたいとか、ここはアドバイスしたいとかね、そういうことをもう実際に行動として出すんじゃないかなって思ってるんです。どちらかというと積極的な方っていうのが入ってくるので、困っている人を見たらもう道端でね出会ってもすぐ手を差し伸べたりとか、なおさらですよね、自分の身内だったら、知っている人とか仲のいい人だったら、なおさらあなたは助けたいっていう気持ちが強いんじゃないかなと思うんです。それを大切にしてくださいって。あなたの助ける力を今必要としている人がいるんじゃないかなと思ったんですね。今回はあなたが助けるんですよっていう風に読んでいきます。心配ないよ、大丈夫だよってことをかけてほしい人がいると思いますね。あなたに助けを求めている人がいる。でまたは逆にね、あなたが不安に思ったりとか、今でも現在ねあまり不安とかそういうことは感じていなくて、多少の苦難とか、試練とかがあったとしても、課題がねあったとしても、あなたは試練とか苦しいことっていう風には捉えていなくて、問題があったとしても苦しいなとかそっちの方に考えるんじゃなくて、こういうことあるけど乗り越えていこう、頑張ろうとか課題だっていう風にちゃんとそこを見極めている方だと思うんですね。ですが、もしあなたが今自分自身が助けが欲しいって思っている場合は、心配いりませんよっていうカードが入っていますから、あなたの今やっていること間違っていません。大丈夫です。だから心配しないでくださいね。そしてこれから起こることだと思います。今の現状っていうよりは、これから起こることや今あなたが抱えている心のことについて心配いりませんよっていうこの言葉を思い出してください。心がねふっと不安になる時がこれから先少しだけ出てくるんですね。今もあるかもしれないんですけど、そこに対しては自分自身が大丈夫っていう風に思っておいてください。大丈夫です。そのようにうまく流れていきますから。そして助けを求めている方に対しては大丈夫だよとか、私が助けに来たよ、私が来たっていう風に言ってあげてください。もうおのずと多分できる方なんだと思うんですけど、あなたの知恵を今必要としている方がいます。アイディアだったりとか、あなたはとても安定感があって、あなたのところにね訪れたい、あなたを心の拠り所にしている方々っていうのがいらっしゃると思うんですよね。それはその仕事場でもそうかもしれないし、ご近所付き合いだったりお友達でもあなたを頼ってくる人がたくさんいらっしゃると思うんですよ。あなたについていきたいリーダーなんですよね。あなたはもうあなたを指針としていらっしゃる方が多分いると思うんです。そしてその方々が今、困っていたり苦しんでいる可能性があるので、気がついたらあなたは大丈夫だよっていう一言をかけてあげたり、またはねそのように働きかけなくても、あなたのところに今来ている方々いるんじゃないんですか。あなたを頼りにしていますっていう風に、あなたのところを訪れている人、一緒にいると安心できるからね。あなたはそのようなエネルギーを持っているんです。はい、そして勇気をもらえるとかね、そういうのもあると思いますね。ここまでがあなたの現状とか、そして本心とかも見ていったんです。実はね今お話しした中にあなたの本心っていうところもあったんですが、みんなの拠り所でありたいとか、このみんなっていうのは人によって変わってくると思います。今ご覧になっている方で恋愛中心で見ていますっていう方は、好きなお相手として捉えてください。です。恋愛じゃなくて今仕事で見ていますとか、自分の夢目標とか生活で見ていますっていう方は、そのような対象の方々として捉えてください。周りの方、もしくは好きなお相手が
あなたに助けを求めている可能性がある。でこれは好きなお相手というか恋愛対象の方々っていう風にこの3番さんはお受け取りいただいた方がいいかもしれない。今あなたを好きな方が複数人いる可能性があるんですよね。たくさんの人があなたに今癒しを求めてるというか安心感を求めに来てると思うんですよ。モテるってことなんですけど、どうでしょうか。今波長の合う方が複数人いるんじゃないかなって思っています。しかも最近出会ったというよりはそこそこお付き合いのある方々、人付き合いとして知り合ってから年数とか月日が経っていて、ある程度ね時間が経っていて、その中で波長の合う方が何人かいらっしゃるんじゃないかと思うんです。もしくはね最近出会ったよっていう方でも気の合う方が何人かいて、その方々があなたを頼りに一点集中で集まってきてるような感じがするんですよね。はい、ということであなたは受け止めていく側なんじゃないかなというふうに思いました。そしてそうですね、あなたと関係性を築いていきたい、長くねお付き合いしていきたいって人が複数人いる。もうついていきたい、信じていきたい。恋愛対象じゃなかったとしても仕事関係であなたを頼りにしていますとか、社長ついていきますとかっていう方がたくさんいらっしゃるんじゃないかなというふうに感じますね。で仕事でも恋愛でもない、私は今お金の流れで見ているって方だとしたら、今そのあなたが対象としている存在とか物事に対してあなたを今頼ってきてる向こうがっていうふうに捉えてください。はい、それではあなたの今障害に感じていることとしてここのカードが出てきています。少し気を張っているところがあるっていう方は少しね怖いかもしれませんね。あなたの心の中につけ込もうとしている人がいるんじゃないかっていう風に感じているからです。これはカップのページ3なんですけど、だからね読み方としては基本的なカップのページさんとは違う読み方をするかもしれないですけど、でもあなたは心の中っていうのが繊細で豊かなところがある、感情豊かなところがあるんですけど、そこにつけ込もうとしている、つまりあなたの優しさに甘えたりとかつけ入ろうとしている人がいるんじゃないかって、あなた自身が少し怖いなって思っていたり警戒していたり、またはすでにあなたの優しさに潜ってきている方がいると思うんですね。その人に対して受け入れるかどうか、助けの手をこのまま差し伸べていっていいのかどうかっていうところの線引きが少し曖昧になっていて、このままこの人たちを受け入れていったら自分の心が侵されていってしまうんじゃないかとか、間違った方向に行っちゃうのかなとか、自分の気持ちがこう小さくなっていくような、広い海なんだけどみんなが入ってくることで自分のエリアが狭くなってしまうような、何かねそういうこう違うものが入ってくるっていうことに対しての違和感だったりとか心配、そこに対してねどうしよう、そうなったらどうしようっていう不安とかっていうのも実際あるんじゃないかなというふうに出てきています。でもともとあなたは心配性なわけではないんですよ。とても忍耐強いし強いエネルギーを持っている方なので、どちらかというともともとみんなのためにってことを考えて動いてらっしゃる方なんですよ。ポジティブだしね、前向きだから、あまりこう悩んだりとか不安になったりとかすることもそんなに多くはないんですが、でもね生きている中でやっぱりこううまくいかないこととか不安に思うことって誰しもあるので、今そのあなたが障害に感じているところにこう自分の心について何か不安に思うところが出てきてるんじゃないか。何かというのは周りの人たちからなんかね自分の心に入ってくることに対してここまで入ってきちゃっていいのかなとか、周りの人が自分の優しさになんか付け入ってきてるんじゃないかなっていう風に捉えてるんじゃないかなと思うんですよね。助けたい気持ちは本物ですよ。あなたの助けたいって思ってる気持ちは。だけどどこまで手を出していいのか、手を貸していいのかどうか、いろんな人があなたに助けを求めているので、この人に対してはここまでしてあげられるけど、でもそれ以上のことを求められて答えられるかなとか、この人に対してはここまでしかできないんだけど、でもそれ以上のことを求められた時に断ることができるかなとかね。なんかねそういうところです。あなたの優しさにとか心の中に入ってくるものに対しての恐怖心だったりとか、どうしよう、どこまでっていうところが少しね入ってるんじゃないかなと思いました。はい、そ
その後見ていきましょう。こちらが実際のアドバイスです。あなたが行動に移すといいよっていう風な具体的なアクションのアドバイスと、こちらは心に働きかけるアドバイスです。そしてこれは最終的な総まとめのアドバイスなんですけど、このあたりを見ていっても、そしてここね、ボトムカードを見ていても大アルカナがずらっと来ています。あなたの中で自己改革が大きく行われていくんじゃないかなっていうのが出てきてるんですね。で、そして全ては自分の心のままにっていうところです。もし怖いなと思っていたら、その恐怖心を乗り越えようと今されてるんじゃないかな。逃げるというよりはそれに立ち向かって克服しようとしていたりとか、あと自分がしっかりしていれば周りの人に対してもっと助けの手を出していけるから、自分がしっかりしようって思われていたりとかっていうところはあると思います。内心少しね恐怖に感じているところはあるんだけど、でもそれから逃げるとか諦めるとかっていうよりは、なんか自分が立ち向かっていく、自分が強かったらそれでね越したことないっていう風に思われてるんじゃないかなと思うんですね。なのでこのあなたが今障害に感じていることについては、あなた自身が乗り越えていけるので大丈夫です。だからここも心配いらないよっていう風に出てきてるんですね。またあなたがもしこの恐怖心に負けそうになった場合は、自然と守護の存在から助けが入ってきます。それは目に見える形で誰かの体を借りて伝えてきてくれるかもしれない、助けに入ってくれるかもしれない、いずれの形にしても大丈夫だよっていう風に、全てはうまくいくので心配しないでくださいっていう風に入っていますよ。はい。そして多分自分の心を克服できるのは自分の心次第だ、自分次第だっていう風にね、誰かの助けを待っているというよりは自分でもう動いちゃおうっていう風に思っている方が多いんじゃないかなと思うんですね。それほどまでに今あなたの中で自己改革が今行われている時、大きな改革が行われています。まさに今。そして具体的なアクションとしてジャスティス、心のアドバイスは強行のカードが出ています。まずアクションとしては、物事を公平に公正に判断して決めていきましょうっていうのがあります。物事をみんな同じく等しくしてみてくださいって、誰かだけが頭出てるとか誰かは足りないとかプラスマイナスじゃなくて、こう均等にして慣らしてくださいねっていうのが出てきてるんですね。これは具体的なアクションのアドバイスなので、例えばこの人にだけ特別扱いするとかじゃなくて、みんな同じぐらいの手の差し伸べ具合をしてくださいと、助け具合を均等にしてくださいってことです。それは好きな人、友人、ご家族とか、その他ね会社の同僚とかいろいろ関係性の違いはあると思うんですけど、そこすべてね等しくしてねっていう風に出てるんですよ。だから好きな人にだけ特別にしたいっていう風に思っている方は、そこ慣らしていかなきゃいけないのかっていう風に思うかもしれない。だけどそうすることによってあなた自身の心身のバランスが取れていくことにつながったりとか、あとはもっと広い意味であなたを取り囲っている今この世界のバランスが取れていく、あなたの世界のねバランスが取れていくことにつながっていくので、今は誰かを特別に扱うのではなくてみんな一緒、だからみんな違くてみんないい、みんな一緒っていうところに持っていってくださいねっていうところが出てきている。ただしそれは全ては総じて言えるのはあなたの心ですよ。あなたの物差しで決めていってくださいっていうところです。ここのアクションとしてはね、あなたの心のままに判断してねってことは言えるんだけど、でもそれでもその中でもね慣らしてくださいねって、同じく等しくしてくださいねってことはここでは入ってるかなと思います。その方が後々巡って良くなっていくよっていうのも出てきていますね。そしてこちらです。今心に働きかけるといいことでこのカードが入ってるんですね。あなたの心の支えっていうのは何ですかっていうのを今一度改めて考えてみましょう。感じてくださいっていうことです。強行のカードってメンターのカードなので、あなたにアドバイスをくれる人っていう風に読み取ることもできるんですけど、今回この3番さんの場合はあなたに改革が起きているところなので、少し変わった視点で物事を捉えて、別の視点でね物事を捉えていきたいので、
普段読まないような読み方をするところもあるんですけど、そのままお受け取りいただけたらなと思うんですね。あなたを支えてくれるものは何ですかってことを自分自身に問いかけてください。それはあなたが今正しいと思って動いていることとか信念、信じている気持ちでしょうか。それとも例えばね、好きなお相手がいたら、この好きなお相手にあなたの愛情を注いでいくこと、これが今自分の信じてる道だって思ってることでしょうか。またはね、ご家族やお仕事のことでしょうか。あなたが今支えになっているもの、自分のね芯となっているものは何なのかっていうことを、まず自分自身を感じてくださいってことです。それが今あなたの心を安定させるためのアドバイスとして入ってきています。あなたの支えになっている人かもしれない、好きな人とかね、パートナーかもしれないし、または対象物ですね、夢、目標だったり、今自分がこうやって自分自身を信じてるって方もいると思うしね、それはすごく正しいですよ。あなたが心で感じてることは正しいからねっていう風にここを全てね肯定してくれてるので、だから不安に思ってることに対してもう一度心の中で何が今自分の基準となっていたりとか、支えになっているとか、自分の指針になっているものは何なのかってことをもう一回考えてみてっていう風に出てきています。考えるというか確認する、ちゃんと見て、またこれだっていう風に感じることが大切です。見つけるんじゃなくて、もうあるから何なのかってことをはっきりまた確認する、見るっていうことが大事だってことを言われています。ここを総じて、ここトータルでリニューアルのカードが入っているので、つまりね、こう新しくより良くしていこうって、今改革が行われているんだよってことをまとめてここで教えてきてくれてるし、この助教皇のカードもあなたの心を見てみてくださいねってことです。あなたの直感というか、直感っていうのはあなたが今信じてることとか、今自分がこう思ってる、これを大切にしたいと思っていること、指針っていうことを大切にしてください。それを育んでいきましょう。それを押し出していきましょうとか、大切だって思ってることを大切に思ってること、これが一番今のあなたに必要なメッセージです。そしてその大切だって思ってることをどんな風に形にしていけばより良い豊かさにつながっていくのかとか、より良い自分と相手の関係になっていくのかってことにつながっていくよ。すべてはあなたの心にあるよっていう風に出てきています。はい、これこうですね。もしそれでもどうしても心配事から離れられないとか、いやちょっとね自分の指針が少し迷っているっていう方は、このままの通りメンターですね、あなたの心の支えになる人にアドバイスを求めることもいいでしょう。ただでも自分の心に眠っていると思います。どちらかというとあなたが周りを照らす側なんじゃないかなと思うんですね。そしてこれは今周りの方、もしくは好きなお相手とかね、相手に対して今あなたがやっていけること、どういうことを配慮していけばいいのかっていうと、カップの9です。これは願望成就のカードなんですけど、あなたの願いが叶うんじゃなくて、あなたが相手の心を満たしてあげる。あなたにはたくさんの感情や豊かなものをもうすでに持っているので、それをお裾分けしてあげること、いろんな人に分けてあげましょう。今ここでね、全てね平等にしていくんだよっていう具体的なアクションがあって、だからそれの対象が好きな人だけじゃないかもしれないんですよね。もしくは好きな人と自分の関係性を等しくしていくことなのかもしれません。あなたはもともと愛情を与える側なので、与えすぎているなと思うのであれば、それをならす、平等にしていくことが必要だよとは言われてはいるんですけど、今でもね好きなお相手、あなたに頼ってるというか助けてほしいと思っていることがあると思うんですね。または心を開いていこうとしているところなので、あなたがそこに助けに入ってあげて、より2人の関係性が開いていけるような助けとして、あなたがお相手に手を差し伸べていくような感じなので、与えすぎてるっていうわけじゃ多分ないと思うんですよね。それでももし自分の方が与えすぎてるんじゃないかってもし思うのであれば、そこは平等にしてください。ただ周りに配慮することで、あなたの気持ちを分けてあげることっていうのが入ってくるんですね。好きなお相手以外の、例えば
いろんな人いますよね。対人関係で見てますとか、会社のことで見てますっていう人に関しては、たくさんの人に同じようにあなたの優しさを同じぐらい分けていってくださいね。あなたが飴を持ち歩いてるとしましょう。で、道端で会ったいろんな人に飴ちゃんいるっていう風に配るような感じですね。あなたの優しさや愛情っていうのを少しずつね、飴みたいちっちゃいキャンディーにしてこうやって渡していくような感じです。こう親切心だよねって言われたらそこまでなんですけど、でもそれが今大切だよっていう風に出てきています。たくさん持ってるんですよね。あなたが周りの人に満たしてあげること力っていうのも持ってるし、今のあなたの状態がたくさんの気持ち愛情っていうところがたくさんあるから、それをいろんな人に分けていくといいんじゃないかなっていう風に出てきています。または求めてくれる人もいるしね。ただいろんな人が求めてきてる中で、この人はちょっと不安だなって思う人がいるかもしれないよっていうのは少し感じます。そこもより良い関係性にしていくために今そういう意味でも、リニューアルのカードが入ってるのかもしれません。一回お休みして、ね、リニューアルオープンに向けて今準備中です。今何日かお休みして、この日リニューアルに向けて頑張ってますっていう状態の方もいるでしょう。その方々はじっくりと今時間をかけて一回お休みしてね、愛情を配るのをお休みして自分の力を貯めて、よしこの日にリニューアルしようっていう風になった時にわーって愛情を分けてあげられるような、そういう段取りをしてもいいですよ。計画を持ってやっていきましょう。いやもう今すぐにでも愛情を分けていけます、いつでもリニューアルできますよ、準備できてますよって方はもうすぐにでも始めてもいいと思います。はい、そしてあとね、こちらのアドバイスカードもらっていきます。まずあなたの内面を輝かせていきますっていうのが入っているので、外見じゃなくてあなたの内からにじみ出てくる輝き美しさってところに注目してください。本当にここですよね。あなたの心の中にはたくさんの愛情が眠っています。それを今輝かせていく、つまり外に出していく時ですよっていうことが出ていますね。そして手紙のカードっていうのは、あなたが今回は違う視点で物事を見ていきたいので、あなたが周りに伝えていく、手紙を出していく、年賀状を出すみたいな感覚でいてください。ご挨拶程度っていう感じかもしれません。対象の相手がたくさんいればたくさんいるほど年賀状っていうイメージに近くなってくると思います。対象の相手が1人しかいない場合はラブレターの感覚に近いと思います。本当にアメちゃん配るような感じとか年賀状を送るような感じで、あなたが今いろんな人にご自身のお気持ちとか分けてあげたり伝えていく時ですよっていうのが好転へ向けてのアドバイスです。より良くなっていくでしょう、周りへ与えていくことで。はい、そしてこちらですね、方向性を定めていきましょうということです。あなたの周りにたくさんの人がいます。集まってきてるんですね。そしてあなたは光の指す方へ、私はこの方向へ向かって決めました、行きますよ、進んでいきますよってことをあなたが示すんです。それを周りを囲っている人たちがあなたについていきますよっていう風に出てきているので、やはり人前に立って自分の方向性を示していく方なのかもしれないし、またはね、周りにたくさん人が集まっていなかったとしても、あなたが今自分の心に対して一つ方向性を決めていきましょうってことが言われているので、何かしら決めていくことが出てくるのだと思います。今道を決める時ですよっていうことです。道を決めるというのはこれ全体を見ていて、やはりあなたの中での革命が今行われている時なので、リニューアルですよね。より良いものを出していくために今あなたの中で見直したりとか準備したりっていうところも出てくるでしょうね。いろんなもの集めたりとか、より良い自分にしていくためにっていうところで準備が必要になってくることとか、慣らしていくことも必要になってくるでしょうね。でもそれをやることによってより良い自分につながっていきます。今回はそのあなたが自分で働きかけることがかなり大きいんじゃないかなと、この3番さんの場合は思いました。では愛の女神タロットから、アドバイスもらっていきましょう。本当にね、優しさとかあと強さも感じます。
あなたの心、お気持ちっていうところで愛あふれる人ですね。だから好きな人一人じゃなくて、好きな人は一人なんだけど、例えばご家族も大切にしたいとか、他にも大切にしたいものがあるのかもしれません。なのであなたが愛を配る人っていうのは好きな人だけじゃないかもしれないですね。その他にも恋愛的要素以外でも大切にしたいものがあるのかもしれません。はい、入っていますね。デスのカードです。これデスっていうのは新しく始まっていくんだよってことを教えてきてくれてるんですね。そのために今だから自分の中で不要になってるものですよねを今あなたが切っていく時ですよ。リニューアルに向けて今ここ見直しかけて、これは新しくオープンさせていくためには必要じゃないなって思ってるものありますね。お店だとしましょう。リニューアルオープンするお店をあなたは今引き受けています。自分でお店を出していて、新しくリニューアルするためにまず見直しますよね。今この商品の価格はどうなってるのかなとか、この材料費をどれぐらいかかってるかなとか、抑えていけるかな、それともより良いものへ材料を変えていこうかなとか、いろいろ考えて計画したり見直したりしますよね。その中でもうこの材料は必要なくて新しい材料を仕入れていくから、これはもう仕入れなくていいなとか思うことも出てきますよね。それを切り捨てていくってことです。そうですね。価格を設定するにあたっても、今まで155円でドーナツを売っていたんだけど、ちょっと切り上げて160円で売っていきたいので、155円の5をね引き上げていこう。小数点を切り捨てて、そして1の位を上げていこうっていうことで、何かいらない省略してもいいものを切り捨てていくとか、そういうことも必要になってくるでしょうね。そうした方がより良い自分を受け入れやすくなってくるし、じゃあ何が今必要じゃないのっていうと、ここの不安ですね。あなたの心に、あなたを心配させるように潜ってくる人、あなたが心よく受け入れられるような相手だったらいいんですけど、あなたの心にいきなりザブンと入ってきて、何事って思う人ももしかしたらね、いろんな人の中に今いるんじゃないかなって思うんですよね。もしくは、自分でそのように不安に思ってしまってるか、この人とお付き合いしていったり、あの人とお付き合いしていったりとか、いろんなね人間関係ですよ。こう人付き合いしていく中で、これ以上仲良くなったらこの人って私のこと利用してるのかなとかね、こう不安に思っちゃったりとか、別にその相手から利用してるよって言われたわけじゃないんだけど、余計気にしちゃったりとかすることが出てくるかもしれないので、そこに対しては何かしらのあなたのならしってところが必要になってくるかもしれません。はい、ということでお選びいただいたオラクルカードからメッセージをもらっていきましょう。これは反射するっていうカードですね。物事が何か一つ終わるために常に新しい一つの始まりがあるということを表しています。今あなたの中でいっぱいたくさん考えてください。あなたの中でたくさん考えて、そして認めることとか同意することっていうのもそれぞれ合わせ持ちながら、そしてやっぱり先ほども言った通り、今の自分にとっては不要になっているものや、今心配していることとか不安に思っていることを認めることも必要でしょうね。そこからどう判断していくかってことも必要になってくるでしょう。ここから切り捨ててね、小数点を切り捨てて繰り上げていくのかとか、それとも拾い上げていくのかとか、繰り下げていくのかとか、そのあたりの考え決め方っていうのもやっていく時ですよっていう風に出てきています。そしてここね、一番最初にもお話した通り、あなたは大丈夫っていう風に周りにやっていくといいよっていう風に物事の見方を変えて、あなたが逆にやっていくんだよって、あなたにもたらされるんじゃなくてやっていくんだよっていう風にお話ししたと思うんですね。すべてに対して、ここもカップの9で願望成就じゃなくて、あなたが満たしてあげるんだよっていう風に伝えていったと思うんですね。それが巡り巡ってより良い豊かさへつながっていくっていう風に、お伝えしたんですが、そのままあなたが行ったことが反射してそのままあなたに返ってくるよっていう風に出てきています。なので今自分自身に愛情を込めて接することも必要でしょう。だけど周りの人にその感謝の気持ちを伝えたりとか、
先ほども言ったみたいに飴ちゃん配ったりとか年賀状を配っている、そういう気遣いとかをしていくことがゆくゆく巡り巡って自分のところへ帰ってくるっていう風にお受け取りいただけたらいいんじゃないかなと思いました。今回は今主語の存在からのあなたへ伝えたいメッセージをお届けしています。3番をお選びいただいた方、どうでしょうか。今あなたが周りの人に対してより一層愛情を込めて伝えていく時というふうに出てきていました。それが巡り巡って同じようなことがあなたが受け取る時がやってきます。今は種まきをしていきましょう。これからもいろいろなリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは4番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは主語の存在からのメッセージとしてお届けしていきます。今回もタロットカード4択占いです。すでにカードは展開してあります。正位置で採用しています。まずコンディションを見ていきましょう。このカードを見ていると今のあなたっていうのがかなりメンタル的にお気持ち的に少し下がり気味なのかなというふうに出てきています。迷いや失望感っていうのが出てきているので、諦めようっていうふうに思っていたりとか、そして今回幅広く取っていきたいので恋愛にとらわれずに夢目標とか今のあなたの生活で今抱えていることについて何か主語からのメッセージとして今お届けしようと思っていたんですが、カードの並びを見ていて今あなたが心揺らいでいるものっていうのは恋愛なのかなっていうふうに感じました。もし恋愛ではないっていう方はあなたが今気にかけていることでかなり気持ちが落ち込んでいるんですね。その対象のことについて置き換えてお聞きください。で、恋愛の可能性が高いなと思ったので今回ちょっとお話をお相手としてお話を進めさせていただきます。いや好きな人じゃないよっていう方は今あなたが不安に思っていることについて置き換えてくださいね。今の現状かなり揺れているというか、そうですね、落ち込んでいたり、なぜかというと相手が動かないから連絡を待っているっていう方もいるでしょう。停滞しているような感じがします。こちら側の動きがないので、一方では中にはね体調優れなくて今起き上がれないっていう方もいるかもしれないけど、この方自身がまず動きを見せてくれていないから見えてこない不安になっちゃうっていうところがあります。先が見えなくて不安になってるんじゃないのかなって、そして自分がどうやって動いていけばいいのかすらちょっとわからなくなっていたりとかっていうところがちょっと出てきているかなと思います。希望を持ち続けていきたいんだけど、じゃあ現実的にそれを形にしていけるのかっていうところをもし問われたら不安になっちゃうっていうところが出ていると思います。悩み、迷い、不安っていう感じでかなりね今気持ち下がってるよっていう方が多いんじゃないかと思うんですね。じゃああなたは本当はどうしたいのっていうと、多分それすらもう見えていないっていう方もいるかもしれない。はっきりと自分こうしたいんですっていうことを口に出して言えない、言葉にできない。だけどあなたの本心の中に本当はこうしたいんだっていうところがちゃんとあるから、今それをよく見てくださいとか深く知ってくださいっていう風に出てきています。それを伝えたいんじゃない、本当はお相手に伝えたいことあるんじゃないかな、聞きたいこととか、それはお返事を待っているのかもしれないし、なんで動かないのとかそういうことかもしれないですね。最近どうしてるのとかね、そういう近況すらちょっと分かりづらいなっていう感じで今入ってきています。元気ないねとかね、そういうことかもしれないですけど、あなたの本当の気持ちを言いたいんだけどっていう感じで入ってきています。そしてこちら現状で出しているオラクルカードなんですけど、これねすごく素晴らしいカードが入ってきてるんですね。だけどもこちら側がそうじゃないから、ここ少し差を感じるんです。でなぜかというと、これはねあなたの本心なんですよ。ここはで、これが表に見えている今あなたの頭を占めていること、これは心を占めていること
で、ここ今ちょっと差が出てきていますね。これはまとめて言うのであれば、自分にすっごく嬉しいことがあればいい、それをずっと望んでいる、強く望んでいるってことです。祈っていますね。こんな風に自分たちの関係性が変わるような転機がやってくればいいなってことを願っています。とっても大きなこと、今の現状から抜け出しても今すぐにでもお相手が迎えに来てくれるような、白馬の王子様がやってきてくれるような、そんなロマンスを夢見ているっていうね、期待しているっていうところが、お相手の方から動いてきてくれたらいいのになとか、何かチャンスきっかけがあってそれを掴んで一気に物事が運んでいけばいいのになとか、暗い気持ちから抜け出してこうやって明るく万歳して喜び合えるような、こんな生活をしたいなとかね、そういうことが今のあなたの心、本心ってところです。はい、ここのあたりですね。それを本当は実現させていきたいし、多分お相手にも言いたい、伝えたい気持ち、今のあなたの本心を見せたいこと、伝えたいことがあると思うんですね。でも言えていないし、こっちは動かないから少しね、沈んでいる。頭の中では諦めた方がいいのかなとか、もうこれ以上進展しないのかなとかね、そういうことを考えてるんじゃないかと思いました。でも奇跡を願っています、心の中は。ではこの後見ていきましょう。で、なぜお相手が動かないのかとか、そういうところも深掘りしていきたいところはあるんですけど、でも今回のテーマから少し外れていってしまうので、今回今あなたを守ってくれている存在たちからのメッセージなので、これはこれでお受け取りいただいて、この後じゃあどういう風に変わっていくのかなっていうところをお受け取りください。で、今恋愛じゃないんですっていう方は、それでもあなたが今お返事待ちだったりとか、動かない現状に対して焦っていたり悩んでいたりとかっていう、自分の願望通りに物事が運んでいかなくて頭を抱えているってことですね。はい、この動かないものに対してってことです。そして今障害に感じることとしてこのカードが出てきています。自分の熱量のぶつけ方、ぶつけ先っていうところが見えなくなってきてるのかなっていうのが感じます。なぜかというと、何度も言う通りここが動かないから、どうアクションを起こしていけばいいかわからないし、自分が何を伝えていいのか、なんて言葉をかけていいのか、どんな行動をとっていいのか、どんなアプローチをしていいのかがわからなくなっているような、自分の中ではいろいろあれこれ、ああやっていこう、こうやっていこうって、もしこの人が動くんだったら私はこうやってやっていこうとか、いろんなシミュレーションはしてるんですけど、じゃあ実際それを行動に移せるのかって言ったら、こっちが動かない限りは動きようがないのかなっていうのが出てきています。これが障害ですね。だから自分の願望とか叶えるために動きたいのに動けないから、モヤモヤした気持ちのぶつけ先がわからないというか、そういうフラストレーションも溜まってるんじゃないかとも思います。では実際にどんなことをすれば好転していくのかっていうアドバイスです。こちらがアクションアドバイス。こちらが心に働きかけるといいと言われているカードと2枚出しています。ここ7色、虹色のね羽をつけたドラゴンだと思うんですけど、それに乗ったあなたの姿が描かれています。ワンドの7番。あなたは自信を持って諦めずに取り組んでいきましょう。諦めたくないっていう気持ちありますよね、心の中に。叶えたいと思っていることについて、頭の中では表面上ではね、がっかりしていたりとか悲しかったり、もうダメなのかなって思ってるけど、心の中潜っていくと、いや絶対叶えたい、いつか願いが叶うとか好転していくって信じてるっていうお気持ちがあるので、その気持ちを信じていきましょう。まず自分自身を信じるとか、今自分が感じている本心、願いっていうところを諦めずに持っていきましょう。これがアクションとして入っています。ワンドの7番ね、他にもアクションあるんですけど、今この4番をお選びいただいた方っていうのは、まず自分の願いを信じ続けてください。これが一番アドバイスとして入ってくるかなと思います。自分の心に彩りをつけていきましょう。もうあるんですよ。心の奥底ではすごくね輝いているお気持ち、願いっていうのがあるんですけど、頭の上っていうのはこのようにね深い海の中に沈んでいて、もうそこから出ていけないとか沈んでしまうお気持ちっていうところが出てきているので、ちょっとね反対なんですよ。
頭と心が。でそれをあなたの本当に輝いているものを表面上に打ち出していくために、彩りをつけていくためにも、今自分自身の夢とか諦めたくないお気持ちっていうのを諦めずに大切にしていくことが今一番のできること、まず一番最初にできることとして入っています。彩りをつけられるようになったら、あなたが実際にあとは動いていけるようになるでしょう。今すぐ動けって言ったら多分動けないと思うので、じゃあ何をすればいいのかって言ったら、自分を信じること、もしくはこちらお相手を信じる気持ちっていうところですね。では具体的に心に何か働きかけることありますかっていうところでアドバイスもらってるのがこのカードです。で今回この4番をお選びいただいた方、かなりこのお気持ちってところが大きく関係してきます。それは多分あなたが今考えている人、この人のことをいっぱい考えているからっていうのがあると思います。動かない状況に対していろんなこと、沈んだりとか望んでいたりとか、希望を持っていたりとか、いろんな気持ちを抱えているってことが出てきているんですね。で心に働きかけることとしてはこれです。お相手とのつながりっていうのを大切にしていきましょう。そしてあなた自身がまず満たされなければいけません。それはお相手もそうだし、2人とも満たされなければいけませんよっていうところですね。で今満たされていますかっていうふうに聞かれると、満たされていないって答えると思います。多分そうですね。今気持ちが沈んでいるので、それを上昇させて深い海の底から海の上へ登っていって顔を出してみましょう。顔を出していくと、そこには空気があったりとか日差しがあったり、暖かいね朝日かもしれないし夕日かもしれないけど、その光を感じることだったり、外の世界を見ていくことっていうのが今必要になってきます。ただそれはあなただけではなくて、ここにこの方ですね、この方も一緒になって2人で泳いでいけるのが一番いいです。これが心にどう作用していくかっていうと、やっぱりこのお相手を信じてあなたがいることと、あと自分自身を満たしてあげることと、あとお相手も満たしてあげること、どうすればいいのかなっていうところもあなたの中で、手探りでいろいろとやってみてください。まず自分の心を満たしていくこと、お相手とのつながりをもう一度確認し合うことだったりとか、この今の関係性止まってるけど2人が出会った時のときめきだったり、あと今まで2人が経験してきたことの思い出をもう一度感じることだったり、今あなたの気持ちを満たしてあげられるようなことをしてください。できればね、この方と一緒に満たしていけるようなことを育んでいかれるといいと思うんですけど、なぜこっちが動かないので、見えないところもありますよね。見えないところに触れるのが怖いっていうのもあるので、まずは自分自身の気持ちを満たしていきましょう。こっちと少し似てますね。まずやることはいろいろあるんだけど、段階的にまず第一フェーズとして自分自身ってところですね。はい。で自分を満たしてあげられるようになれば、あとはこっちの方にも満たしていこう、2人で満たしていこうっていう風に頭が考えが心が持っていけるようになっていくと思うので、理想としてはね、2人でつながっていくとか、この動かないような状況と一体化していくというか、幸せな気持ちに包まれることっていうのが一番のね理想なんですけど、いきなりガツッと理想まで一気にね手が伸びていかないので、まずは自分自身の気持ち満たしましょう。暗く沈んでいるようなことを持ち上げてくれる何か要素が必要になってきますね。あなたの心を今満たしていくものなんでしょうか。お相手の方に気を取られていて、お相手と一緒に満たされることが理想なんだけれども、まず自分の気持ちを上げていくためには、新しい趣味を取り入れたりとか、自分時間を大切にすることだったりとか、または自分の心を静かに見つめて、瞑想したりとかしながら考えをまとめていくことかもしれません。今あなたが落ち込んでいて、まだ視野が少し狭くなっていたり、または決められなかったりとかしていることもあるんですね。決められないというか、こっちが動かないから決めようがないとか、答えを待っているけど先延ばしにされているとか、そんなようなお気持ちだと思います。次第にがっかりしていっちゃうとかね、そういうお気持ちだと思うので、そこを今持ち上げるための何か材料が必要になってきます。
恋愛以外で今あなたが趣味をやっていくとか、他のコミュニティで友達作りをするとか、いろんな刺激を今必要としているかもしれません。栄養を与えてあげましょうってことです。ご飯をしっかり食べるってことでもいいと思います。いろんなことを味わったり感じたりしながら、今心を癒して満たしていってください。そしてこちらですね、これがこのお相手、動かないもの、周囲の状況に対して働きかけるといいよっていうことがジャスティスですね。平等、バランスをとっていきましょう。バランスっていうと、ここもバランスのカードが入っています。こちらのカードは最終的なまとめのアドバイスとしてもらっていくんですけど、まずお相手に対してジャスティス入っています。お相手とのバランスを取ることもそうなんですけど、なんせこの人動かないから見えないですよね。見えないものに対してどうやってバランス取るのとか、何を決めるのっていうふうに思うと思うんです。なので今そのお相手に対してバランスを取ることとか、そこは考えなくていいと思うんですね。だけど客観的に見て動かないなって思ってるんだったら、じゃあどうしたらいいのかなとか、もう少し客観的に引いてみて、今の2人のバランスだったり関係性っていうことを見直して、そこで自分がじゃあどうしたらいいのかなとか、何を決めたらいいのかなとか、例えば自分の気持ちの整理をすることもそうかもしれません。何を自分は望んでいて、だけど実際は何がうまくいってなくて、で何を先延ばしにされている、または自分が決められていないのかとか、そういうところに潜っていくんじゃないかなっていうところが出てきています。お相手に対してね、はっきりと何かを示すことも必要になってくるかもしれません。だけどそれは自分自身のまずメンタル、心身のバランスがしっかり取れてからだよっていう風に出てきているので、まずは自分のところを満たしてあげてください。でお相手に対してそれ違うんじゃないと思ってること、違うって言いたいんだけど、多分すぐ言えるかって言ったら言えないような感じがするので、言える時まで待つってこともいいと思います。あなたの心の中でなんか今違うとかバランス取れていないって思うこと、自分自身でもそうだと思います。心身のバランスが取れていないと思うので、そのあたりに対してもしっかりと何か決めていかなきゃいけないことがあるんじゃないかなと思いました。決めていくというか、まず自分の気持ちを整えていって、でその後にお相手との今の自分のバランス、関係性ってところをもう一度見てみるといいんじゃないかと思います。今できることをやっていく必要があるんだけど、この人に働きかけていくことがじゃあすぐできるのかっていうところで、まだそこまでいけなそうな感じがするから、何かね、答えを待っているとか先延ばしにされているのをずっと待っているっていう方は、今ね、そのお相手にはっきりしてよってことを求めなくてもいい。今はね、今すぐは求めなくてもいいけど、でもゆくゆくはそういう風にね、あなたの心の中で違うと思うことを違うって言えるようになるところまで自分の気持ち、モチベーションっていうのを引き上げていく必要があるっていう感じで出てきています。自分の気持ちが整ったら、お相手に対してね、今あなたの中で違うと思ってることをちゃんと伝えていく。例えば動かないことに対してもし違うって思ってるんだったら、どうしたのとかね、そういう柔らかいニュアンスでやっていくのもいいと思うし、なんで動かないのとかじゃなくて、どうしたのとかね、何か勇気を持って一言声をかけてみるとか、今ちょっと様子を伺っているところがあって、この人がね、いつ動くのかなみたいな感じで動きを待っているよって方もいると思うので、もしかしたらね、自分の気持ちが整ったら自分から声かけてみようかなっていう風な気持ちになるかもしれないので、そのあたりをねジャッジしていくっていう感じで入ってますね。そしてあとはこちらのカードから全体的なアドバイス入っています。バランスのカード、節制と、ソードの5番のカードが入っています。このソードの5番ってユニコーンが角を突きつけているようなカードですね。でそれでぶつかり合いがあるような、そのような絵柄にも見えるんですが、ここからアドバイスをもらっていくのであればプラスバランスなので、いろんなね方向性の違いだったりとか、中には
選択肢がたくさんあって、答えを一つに絞っていかなきゃいけないとか、いろんなやり方の中で選ぶとか、あとはたくさんの人が関わっている可能性もあるので、対立していたりとか、この人が動かないのは環境的にいろんなぶつかり合いの中に揉まれていて疲れているからかもしれないし、いろんな環境の厳しさがあって、お互いが疲れちゃってるとか、またはお互いがぶつかり合いしてしまってるので、今ちょっと一時休止の状態になってるかもしれないですよね。何かしらここであるかもしれないけど、物事を柔らかく捉えてやっていきましょうっていうのがアドバイスです。あんまりここにとらわれないでください。なんか対立してるのかなとか揉めてるのかなとか、そこを見ていくんじゃなくて、2つ合わせて見ていくと、柔らかく丸くっていう風に見てください。ここスパッとしたカードも入ってるんですけど、全てはね、うまくバランスをとっていく。こっちもバランスっていうのが出てるので、違う意味のねバランスなんですけど、こちらは今あなたの中で心身のバランスを取ることもそうですし、相手との気持ちのズレとかね、タイミングのズレとかも整えていくことが出てくるだろうし、まず浄化していきましょうっていうカードがここで入ってるので、月の力で浄化です。月光浴してみてください。満月の日で晴れてる日があれば月の光を浴びる。で、満月じゃなくてもいいので、今お天気良くて夜ね、月の光がすごく綺麗に差してるなと思った時に月の光を浴びてください。家の中の窓から光を受け取ることでもいいし、少し外に出て光を感じることでもいいです。今月の光で浄化していきましょう。またはなかなか月の光感じられないっていう方は、月のモチーフのものを身につけたりとか、待ち受け画面とかにしたりとかしながら、写真見たりとかしながら月を感じて、そして自分自身の中で浄化作業を行っていきましょう。それはクリアな食べ物を口にして体の中に取り入れていくことかもしれないし、静かな時間を過ごしてゆったりと心を落ち着かせることかもしれないし、浄化ってたくさんありますからね。お部屋の換気をして空気の入れ替えをして浄化させるとか、気分転換をするとか、入浴して汗を出していくとか、いろんな浄化のやり方があります。今あなたができそうなことからやってみてください。まず浄化ってことです。そうすると、心身のバランスだけではなくて、様々なところでバランスが取れていくでしょう。なんかね、あなたの中で尖っていたお気持ちだったり、逆にへこんでいたお気持ちとかも丸くなっていくと思いますので、まずね、この浄化してバランスを整えていくことっていうのをやってみてください。睡眠とかどうなってますか？食生活とか見直してみてくださいね。そしてその他のこのカードね、豊かさのカードたくさん入っていますよ。まずハートのカードが入っています。愛情を表しています。もしくはあなたのお気持ち、心ですよね。心がまず澄み渡っていきます。浄化作業を行っていくことで、よりクリアに物事が見えるようになったりとか、自分の気持ちがはっきりと見えてくるよとか、落ち込んでいたんだけどやっぱり自分の本心、望みってところに目を向けて、もう一回やってみようとか、諦めずに進んでいこうっていう風に立ち直っていけるかもしれません。いずれの形にしろ、あなたの心がキラキラ輝くようなことがこれからね、あなたが作り出していくんだよ。浄化、バランスってことを取り入れていくから、心がより洗練されていくんだよってことがここで伝わってきています。そしていずれね、あなたにとっての良い天気がやってくるので、豊かなものを受け取る機会がやってくる。こうやってね、万歳したい気持ちって本心があって、それを実現化させる時がやってくるので、その時までに今あなたが柔らかくいられるためにも、浄化やバランスをとっていくことっていうのをやってみてください。バランスっていうのはいろんなところで出てきます。例えば好きなお相手にばかり時間を割いていませんかとか、あとは SNS たくさん時間使っていませんかとか、または食生活乱れていませんかとかね、いろんなところでライフスタイル全般で出てくるので、どこかしら乱れてるところを一つでもいいので少しずつ見直していくことっていうのが今のアドバイスとして入っています。あなたの実現化に向けて今できることたくさん出てきましたね。心を豊かにしていくためにも今浄化が必要になってくるでしょう。そしてお選びいただいたこちらのカードからメッセージをもらっていきます。このカードはあなたの心を表しています。
あなたはとても優しい心の持ち主です。その優しさを今どこにやっていいかわからなくなっていませんか？行き場を失っているというか、この気持ちをどこにやっていいのかわからないとか、優しさを降り注ぎたい相手がいるんだけど受け取ってもらえないような気がするとかね、そういうところがあると思います。優しすぎるところがあるんですね。そのどこに向けていいかわからない優しさ、本当は向けたい相手がいるんだけど、でもね、今どこにやっていいかわからないその優しさを自分自身に与えてください。自分を思いやってあげてくださいねっていうのが入っていました。あなたのハート、自分自身で大切に育んでいくためにも自分に優しくしてください。自分に栄養を与えてくださいっていうメッセージが入っていました。それがそのあなたの今、多分これ恋愛だと思うんですけど、好きな人と結ばれるための今好転メッセージとしてお受け取りいただけるといいんじゃないかなと思いました。今回は守護の存在からのメッセージとして今あなたに必要なことをお届けしていきました。そしてこちら愛の女神のタロットカードからメッセージももらっていきます。自分の心を大切に育んでいきましょう。育むというか、あなたの心はとっても綺麗なので、不安でいっぱいにならないでください。その心を大切にしてくださいねっていうことですね。今この両手を上げて喜ぶ瞬間がもう間もなくね、天気がやってくるので、今その自分の願いを諦めずにいてください。くじけそうになったり諦めそうになった時は自分の気持ちに立ち返って、そして自分の心の浄化作業っていうのをやってみてくださいねって出ていました。ワールドのカードが入っていますね。これはね、統合を表しているカードで、一つ世界が完成するで、完成して終わりじゃなくて、そこからまた新しい世界へつながっていきます。あなたが本当の意味で解放される瞬間、一つ世界が作り上げた後に本当の意味で自由になっていきます。今うまくいかないことがあったりとか、囚われていることもあるでしょう。そして中にはいろいろな助けが必要になってくることも出てくると思います。自分一人だとどうしても乗り越えられないとかね、そういうこともありますよね、やっぱりね。そういう時にこそ周りの人の力を借りたりとか、相談できる相手に相談してみたりとか、そうやって協力し合うことで一つ物事がクリアになっていくというか、完成されるようなことも出てくるでしょう。で、お相手のね動きを待ってるとか、今状況が動かないこと、がっかりしてるなとか、どうしようって思ってることに対しても、あなた自身の心を育んでいくことによってまた物事の見え方も変わってくるし、いずれ流れチャンスがやってくるので、それに備えて今できることをやってみてください。はい、ということでこちらの愛の女神タロットからも1枚アドバイスをいただいていきました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。